今回ご紹介する工事は床の張り替え工事。洗面化粧台も外さないといけないし、洗濯機パンも外さないといけません。今回床が水腐れしてるっていうことで、この床を張り替えていきたいと思います。最後まで密着して床の張り替え工事の詳細や注意点、使う材料などをご紹介していきます。まずは洗面台を取り外していきます。ただ床を張り替えるということでも、新築とは違ってリフォーム修繕などではやらなきゃいけないことがたくさんあります。次に洗濯機パンを外します。そして床の解体になります。古い床を全部取っていきます。床の壁の周りについている幅木も取ります。こちらは再利用した後でまた貼り付けますので、床の工事が終わったらまた使います。今回使う材料はこちらです。シークという木材になります。塩水にも非常に強く、寸法安定性の非常にいいシークは船の甲板などの過酷な条件に最適であると言われ、クイーンエリザベス2世号など豪華客船に採用されています。フローリング材としては高褐色で高級感があり、湿度変化による伸縮が他の樹種より少なく、日焼けすることで色が深くなり味わいが出てくるのが特徴ですということですね。ただ読んだだけなんですけども、船の甲板などでも使われるっていうのは初めて知りました。主にどういう時に提案してたかっていうと、僕もよくお客様のお家でご提案してた材料なんですけど、キッチンとか脱衣室、水回りの床の張り替えでよく提案していました。それではチークの話をしているといつの間にか工事も進んでいるんですけども、1枚ずつはめ込みながら床を張っていきます。今回幸いなことに下地の方がしっかりしていましたので、上のチークの床の張り替えだけで工事は済みました。皆さんにも覚えておいていた方がいいんじゃないかなっていう話は、あまりにも、腐食が進んで下の土台まで傷んでしまうと、骨組みなども取り替えないといけなくなったりで、二次被害で白あいなど寝てしまったらもっと大事なんですけど、工事が大きくなるとそれなりにまた費用もかさんでしまって、修理に大きな費用がかかってしまうというのがデメリットですので、そういう状態が見られたら早めに床の張り替えをお勧めいたします。工事するときはこういった適したその場所にあった材料の選定を専門の方に見ていただくのが一番いいんじゃないかなと思います。こちらは、加工しているところですね。大きさを測って床を切って並べていきます。床が張り終わったらまた洗面台と洗濯機パンを戻していきます。その際にどうしても水道工事、水道配管の接続なども必要になってくるっていうのが、目に見えない費用のかかる部分になります。工事をする際はそういった部分も検討して計画していかないといけないんじゃないかなと思います。最後にまたコーキングを打って、床の周りも同系色のコーキングを打って工事は完了です。今回のお話が皆さんの床のリフォームにお役立ちいただければいいなと思っております。役に立ちそうだなと思ったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。